皆さんこんばんは。鳥肌が立ってるビリーです。このチャンネルでは私ビリーが出会った鳥を紹介しています。普段は愛知県豊橋市で撮影した鳥を紹介していますが、今回は特別編、なんとオーストラリアで出会った鳥を紹介いたします。そしてオーストラリア在住のポッドキャスターメープルさんもお迎えしています。それでは早速行ってみましょう。ということで、オーストラリアメルボルン在住のメープルさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メープルさんはオーストラリアでの暮らしを語るポッドキャスト番組メープルインメルボルン、そして毎週いろんなポッドキャスターが登場する夜の扉でご一緒しています。はい、毎週土曜日にメープルインメルボルンという番組をしています。メープルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず紹介したいのはカササギフエガラス、通称マグパイです。見た目はカラスっぽいですが、白い模様が特徴的ですよね。メルボルンでもよく見かけますか？マグパイはとっても身近な鳥なんです。メルボルンはガーデンシティとも呼ばれていて、シティのすぐ近くにも大きなガーデンがあります。そういった場所に行くと大抵はマグパイがいます。春になると巣を守るために攻撃的になるので、その時期に巣の近くを通るときにはマグパイアタックに気をつけましょうと言われます。目を狙ってくるので本当に危なくて、実際にマグパイアタックの被害で失明した人もいるとか。ちょっと怖いですね。僕が見かけた時は営巣期じゃなかったのか、むしろ警戒心が薄い印象でした。営巣の季節はお気をつけて。続いてはオーストラリアクロトキ。サイズが大きいので公園を普通に歩いていてびっくりしました。私の主人はこの鳥をアイビスと呼んでいました。そしてメルボルンにもいることはいるのですが、シティでは見かけません。シドニーやブリスベンに行った時に、シティにたくさんいた時には本当にびっくりしました。外でランチを食べている人のおこぼれをもらおうと、人のすぐ近くを歩き回っている様子はメルボルンではあまり見ない光景でした。何でも食べる鳥らしく、ゴミも漁るそうです。日本でトキといえば貴重なイメージですが、オーストラリアでは逆に迷惑がられる存在なんですね。こんなに大きくて何でも食べる鳥が身近に歩いていたらちょっと怖いですね。こちらは南洋クイナ、グリーン島で見つけました。メープルさんは見たことありますか？見たことがないですね。グリーン島のような自然が多いところでないと見られないのかもしれませんね。日本でクイナといえばヤンバルクイナですよね。クイナといえば貴重な鳥のイメージがありましたが、オーストラリアでは全く珍しくないそうです。ヤンバルクイナって実は名前は聞いたことがあるんですが、どんな姿をしているのか知りませんでした。観光客の食べ物を狙うちょっとしたいたずらっ子でした。これはシドニーで撮影したギンカモメです。メルボルンも港町ですが、見たことはありますか？メルボルンにもカモメはたくさんいますよ。外でご飯を食べていると狙われるし、実際に私は手に持っていたティムタムを飛んできたカモメに取られたことがあります。でも日本にもカモメはいますよね。実はギンカモメが見られるのはオセアニアだけなんです。そうなんですか？日本のカモメもオーストラリアのカモメも同じだと思っていました。観光客のご飯を狙う意外と貴重な鳥でした。こちらはキバタンです。メルボルンではよく見られる鳥です。ケアンズではたくさん発見しましたが、撮影はできませんでした。そうでしたか。メルボルンでは住宅地でもよく見かけるメジャーな鳥です。結構大きくて鳴き声もすごくうるさいので、家のそばにいると大変なんですよ。日本のペットショップでは50万円くらいで売られていますが、こんなにたくさんいるなんて驚きました。
満開のジャカランダの前にいたこの鳩、絶対珍しいと思って撮影したんですが、日本にもいるカワラバト、いわゆるドバトでした。メルボルンにも鳩はたくさんいますね。ジャカランダは私の大好きな花です。オーストラリア原産ではなく中南米原産ですが、ブリスベンやシドニーは大きなジャカランダがたくさんありました。メルボルンにもジャカランダはあるのですが、気候の関係で木があまり大きくならないようです。いつか大きなジャカランダの木が立ち並ぶ満開のジャカランダ並木道を歩いてみたいです。これはビリー家で飼っている鳥、金花鳥ですが、野生の姿を見たくてオーストラリアに行きました。結局シドニーの空港のサイネージでしか見つけられませんでした。メルボルンにも金花鳥はいますか？見たことないですね。私もその広告見たかもしれません。金花鳥はもっとオーストラリアの中心に行かないと見られないのかもしれませんね。いつかはリベンジしたいです。日本の動物園でもよく見かける笑いカワセミ、実はオーストラリア出身です。見たことありますか？ありますあります。初めて見た時は感動しました。思ったよりも大きくて可愛い顔をしていました。鳴き声も可愛いです。水がきれいなところでないと生きられないらしく、シティ近くの川沿いで見かけた時はこの辺りの自然が戻ってきているんだなと感じました。ケアンズの熱帯雨林を移動中、バスから見かけましたが撮影はできませんでした。この鳥もいつかリベンジしたいです。そういえばビリーさん、実は私も最近こんな鳥を見つけたんですけど、これ何の鳥かわかりますか？これはカンムリカイツブリですね。実は僕も豊橋で見つけたんですよ。そんな偶然あるんですね。日本とオーストラリアで同じタイミングって面白いです。しかもカンムリカイツブリって日本とオーストラリアで別の亜種なんです。たまたま同じ時期に姿を見かけたっていうわけですね。同じ種類でも地域で違うんですね。なんか不思議なつながりを感じます。こういう偶然があるとバードウォッチングってやっぱり面白いなって思います。鳥の楽園と言われるオーストラリア、そこら辺にいる鳥ですら新鮮で、歩くだけでワクワクしました。オーストラリアは本当に鳥が多い国なので、公園を散歩するだけでもいろいろな鳥に出会えると思います。もしオーストラリアにお越しになる機会があれば、ぜひ鳥にも注目してみてくださいね。それでは最後に番組紹介をお願いいたします。メイプルインメルボルンという番組を毎週土曜日に配信をしています。それからビリーさんと2人で夜の扉という番組もしています。概要欄にそれぞれのリンクを貼っているので、ぜひメープルさんが気になったよって人はチェックしてみてください。オーストラリアメルボルンからメープルさんでした。ありがとうございました。今回はオーストラリアで出会った鳥たちを紹介しました。バードウォッチングは旅先でも気軽に楽しめる最高の趣味だと改めて感じました。日本国内でも見られる鳥が地域によって変わったりするので、皆さんも旅行する際にはぜひ鳥にも意識を向けてはいかがでしょうか。それでは皆さん、さようなら。